カビだらけの壁に薄汚れた寝具、悪臭漂うその部屋に監禁されていた少女が強いられた生活とは。1996年某日、イギリスグロスターシャー州テュークスベリー、とある公営住宅の一室では、一人の少女が額に汗をにじませながら床掃除に勤しんでいました。異様だったのは、その部屋に掃除機が置かれているにもかかわらず、少女が四つん這いになり、ちりとりと小さなブラシだけで掃除をしていること。まだ終わらないのか？少女を睨みつけ吐き捨てるようにそう話す女の名はアマンダ・ウィクソン。彼女は学習障害を持つその少女を引き取って世話していたのですが、世話をしているというのは建前。理不尽に家事を命令し、奴隷のように扱っていたのです。そしてその日、家事のノルマを終わらせられなかった少女。お仕置きが必要だね。そう言うとアマンダは彼女の口に漂白剤を流し込みました。悪臭漂う部屋に監禁され、奴隷のように働かされる少女。障害を持つ少女に目をつけた女の浅ましい思惑とは。誰にも知られず地獄の日々を送った少女は、自分の人生を取り戻せるのでしょうか。おさすけんちゃんです。みやみこです。ってことで私、あなたのおすすめ YouTuber 見てみました。レオちゃんね。レオちゃん見た、ついに。ね、そもそも無敵のレオさんっていうのは僕が最近見てるよっていう YouTuber の方でね、旅系なんですけど、クレイジージャーニーみたいにちょっと危ないとこもね、本当に一人で行くような方で、その最近ね、ヤミコさん見てくれてたんですよね。で、そこのレオさんがね、トルコのイスタンブールに行ってたんだけど、危ないとこってより私はご飯に惹かれて、サバサンドなの。サバサンドね、サバサンドって聞いただけだとさ、って思うじゃない。それがめちゃくちゃ美味しいのが食べてる様子が伝わってきて、サバサンドためにイスタンブール行きたいなって。行きましょう今度。でもごめん、俺今月行くんだわ。じゃあちょっとサバサンドの感想聞かせて。料理を教わってきて、観光地で。トルコでで、私に作って、その文化を味わえるから。食うだけじゃん。今回はね、イギリスで起きた恐ろしい監禁事件をご紹介します。これね、16歳の少女が25年間もの間監禁、虐待されていたというね、自分の身になって考えただけでも本当に恐ろしい事件。そんなんさ、もう人生を丸々奪われたも同然じゃない？監禁されてたね、事実ってだけでもひどいんですけど、犯人がね、少女を監禁した理由を知るとね、本当に身勝手極まりなくて、本当に怒りが込み上げてくるような事件なんです。犯人はある日、親切心を装ってその少女に近づいたんです。消失。1996年某日、イギリスグロスターシャー州テュークスベリー、プライヤーズパーク地区の公営住宅へ一人の少女が訪れました。ケイ、よく来たわね。今日からここは自分の家だと思ってくれていいからね。そう言って微笑む女の名はアマンダ・ウィクソン。ケイと呼ばれたその少女は友人の娘。彼女は学習障害を持っていました。学習障害は知能には遅れがないものの、読み書きなどの習得を苦手とする発達障害の一種。そしてケイの家族は両親も彼女と同じようにそれぞれ問題を抱えている、いわゆる機能不全家族。その状況で両親はケイの面倒を見きれなくなり、週末だけ友人のアマンダに預けることとなったのです。アマンダは子供が10人おり、ケイのような年頃の少女の接し方にも慣れていました。またアマンダはケイの家族と非常に親密で、血縁関係はないものの彼女にとって叔母のような存在。小さな頃から知っているアマンダのことをケイは信頼しきっていました。お世話になります、アマンダさん。アマンダに向かって嬉しそうに頭を下げるケイ。彼女はこれが悲劇の始まりなどとは想像もしていなかったのです。このアマンダって女が犯人なわけね。家族ぐるみの付き合いをしてるおばさんにさ、そんなことされるなんて夢にも思わないわよね。人間何をね、裏で考えてるか分かったもんじゃないですよ。そしてアマンダの家に通い始めてから、ケイには明らかな異変が現れるんです。少女ケイは当初、週末だけアマンダの家へ泊まりに来ていましたが、その頻度は徐々に増えていきました。やがてケイは家に帰らなくなり、アマンダの家に完全に住み着いている状態に。両親が何か言ってくる様子もなく、彼らはむしろ助かったと思っているくらいに思えました。一方でアマンダの近隣住民はケイのことを奇妙に感じていたのです。最初こそ誰も何も思っていませんでしたが、庭先で洗濯物を干す彼女の姿は月日を追うごとに異様なほど痩せ細っていき、近隣住民は不安げに見ていました。まるで強制収容所から出てきたみたいじゃないか。対するアマンダはケイのことなど気にする様子もなく、毎日ギャンブルに明け暮れていました。彼女は重度のスクラッチくじ中毒だったのですが、ケイが来てからさらに悪化し、より散財するように。痩せ細っていくケイの姿と豪遊するアマンダ。近隣住民はアンバランスなこの家族を気味悪がっていたのですが、ケイはやがて姿を見せなくなりました。そのため多くの人は引っ越したか元の家に戻ったのだと思っていたのです。ただおかしなこと
ことに、その後ケイは社会福祉サービスとの接触を一切絶ってしまいました。それどころか病院や歯医者に行った形跡もなく、20年以上診察記録がないまま社会から忽然と姿を消してしまったのです。その間、ケイの身に起きていたことは、2021年3月15日の夜10時40分、警察はプライヤーズパーク地区のとある公営住宅へ足を踏み入れた。これはひどいな。その家で虐待が行われているという通報を受けやってきたその警官、蓋を開けてみれば家の中はカビだらけ。床に散らばる大量のゴミは裏庭にまで及んでいるほどだった。そしてここに彼女が。警官はある部屋の前で歩みを止めた。その部屋の扉をゆっくり開くと、その場にむせ返るほどの悪臭が広がる。なんてことだ。警官は目の前の光景に言葉を失った。そこにいたのは痩せ細り汚れた服を身にまとった女性。うずくまりその身を震わせる坊主頭の彼女は2メートル離れていても顔をしかめてしまうほどの体臭を放っていた。もう何年も体を洗ってないんです。彼女がそうさせてくれない。弱々しく話すその女性はそう、16歳の頃にその部屋に閉じ込められ、そのまま41歳になったケイだった。ケイが暮らしていたその部屋はまるで独房のようでした。塗装が剥がれ、カビだらけになった壁に汚れた寝具、電球すらないその部屋に懐中電灯を走らせながら、警官は思わずこうこぼします。不潔だな。ケイの枕の下からは走り書きされた電話番号のメモが。それは一切の自由を許されないその家の中で、彼女がやっとの思いで助けを求めた痕跡でした。いやもうほんと独房みたいじゃないのよ。こんなとこ25年間もいるってさ、地獄じゃない。 K は元々の両親にもあまりねお世話をしてもらえなかったんで、状況をねどうやっても変えられないっていうね、そういう思考が染みついちゃってたのかもしれません。しかも K はただ25年間ね閉じ込められていただけではないんです。最悪の日常。アマンダの家に来てからというもの、ケイはその家の家事の全てを担う奴隷となりました。掃除機の使用を禁じられ、ちりとりと小さなブラシで四つん這いになっての床掃除、子供たちの学校の支度をしたり、お風呂に入れたり、食事の準備や衣服の整理など、ケイは到底終わらない量の家事を一人で命じられていました。そして時間通りに家事が終わらないと、まだ終わってないのか。お仕置きが必要だね。そう言うとケイに詰め寄ったアマンダは階段から彼女を突き落としたのです。階下の床に打ちつけられ痛みにもだえるケイ。しかしどれだけ怪我をしても病院になど連れて行ってはもらえません。ケイが家事のノルマをこなせないと、アマンダは容赦なく殴る蹴るの暴行を加えました。時にはほうきの柄で顔面を殴打され歯が折れてしまうようなことも。このほか洗剤や漂白剤を飲ませる、便器に頭を突っ込ませるなど、アマンダはケイに対しおよそ人間に対するものとは思えない仕打ちを繰り返したのです。ちょっとやってることがえげつなさすぎて、階段から突き落とすなんてさ、打ちどころ悪かったら死んじゃうわよ。むしろねもう殺してもいいかもぐらいに思ってたかもしれないですよ。だって25年間も監禁するような異常者ですからね。ケイは髪を長く伸ばしていたのですが、アマンダは彼女が色気づくのを気に入らず、その頭を無理やりに刈り上げてしまいます。食事も1日1回家族の残飯をもらうだけだったため、ケイはみるみる痩せ細っていきました。入浴も一切許されず、時折夜中にアマンダの目を盗んで体を洗うことしかできませんでした。ケイには最初こそ外出の機会がありましたが、そうやって虐待が目に見える形になってきたせいもあってか、施錠され窓が目張りされた部屋に閉じ込められるように。助けを求めていたのか、一度窓から手を振っているケイを目撃した近隣住民もいましたが、その窓もやがて黒いゴミ袋で覆い隠されてしまいます。こうしてケイは家の中で奴隷の生活を強いられながらも、社会的には存在の一切を消されてしまったのです。ここで気になるのは、なぜアマンダがケイを監禁するに至ったのか。実は彼女は障害者の保護者という立場を利用し、甘い蜜を吸おうとしていたんです。絞り取る女。少女 K が自宅へやってきて数年が経った頃、アマンダは彼女を連れ障害者手当の申請窓口を訪れていました。これで安心だね。これからは全部私が管理してあげるからね。満足げにそう話すアマンダ。2人が窓口へやってきたのは、K がもらっていた障害者手当などの給付金の振込先をアマンダの口座に変更するためでした。
皆さんはケイが家に来てからアマンダが以前にも増してギャンブルに没頭するようになったことを覚えているでしょうか。それはケイの障害者手当が彼女の口座に振り込まれるようになったため、アマンダはケイに家の仕事を全て強要する一方で、自分は彼女の給付金を食いつぶしギャンブル三昧の生活を送っていたのです。アマンダの口座に振り込まれた障害者手当の記録は過去5年のものしか残っていませんでしたが、それでも受け取った額は日本円換算で数百万。そのお金は1円たりともケイには渡らなかったのです。ちょっとマジで怒りしか湧いてこないわよ。こいつさ、障害者手当で自分が贅沢三昧するためだけに引き取ってんじゃない？最初からね、そのつもりだったのかもしれません。そしてね、学習障害の人は第三者に金銭の管理を任せるケースが多く、その世間的認識が不正をしても怪しまれない原因になっていたんです。というわけで本日のメトラキーワード、学習障害を持つ人の金融リスクについて。2025年にイギリスで発表された調査報告書によれば、学習障害を持つ150万人の成人のうち 87% が金融手続きの都合で搾取されやすい状況にあるといいます。それは金融手続きが学習障害を持つ人にとってハードルが高く、口座の暗証番号を支援者や家族に教えてしまう、お金の管理権限を支援者に委ねてしまう、第三者に自分の代わりに手続きをしてもらうなどの問題が生じやすいため、近年はアプリなどを通したデジタルバンキングの普及に対応できない人が増えており、学習障害の人が他人に頼らざるを得ない状況に拍車をかけています。このように学習障害を持つ人が他人に財産の管理を委ねることが普通になってしまっている背景が、アマンダが何の疑いも持たれず搾取を行える土壌となったのです。先ほど説明したように、ケイはアマンダの家に来てから20年以上、福祉サービスや医療機関との接触がありませんでした。もし警察、医療、給付金事務所の間で情報が共有されていれば、アマンダの口座に給付金が振り込まれている異常性にも気づけたはず。総じて学習障害の人が金銭の管理を他人に任せがちだという認識とシステムの欠陥が彼女の横暴を可能にしたと言えます。ちなみにアマンダはケイだけに限らず、自身の子供たちもほったらかしの状態。全員が学校に通っておらず、虫歯だらけ、髪の毛はシラミだらけでした。子育ても面倒に感じていた彼女は最初から家事や育児を押し付けられる相手、かつ障害者手当を搾取できるという見立てでケイを引き取ったのかもしれません。これアマンダの実の子供たちもさ、実は被害者じゃない？思いっきりネグレクトだしさ、20年以上もよくバレなかったわね、これが。ほんとそこなんですよ。実はアマンダの実の子の中には彼女をよく思っていない子もいたのです。そしてそのことがこの事件解決のきっかけとなったのです。限界を迎えた日。2021年3月15日、ケイがその家へ来てから25年が過ぎたその日、彼女はいつになく疲弊した様子で薄汚れたベッドに横たわっていた。荒い息遣いと額に浮かぶ大量の汗。これまでになく体調を崩していたケイは立ち上がる気力もないほどだった。しかし山積みの家事を片付けなければまたアマンダに殴られてしまう。もう限界。ケイはやっとの思いでベッドから体を起こした。そして次の瞬間、隠し持っていたスマホを取り出した。枕をどかすとそこには電話番号が記されたメモが。もしもし、もう私ここにいたくないの。怖いの。彼女はいつも私を殴るわ。家から出たいのに出られないの。実はケイは彼女のことを心配した親族から秘密裏にスマホを渡されていました。しかも今回スマホを渡されるのは2度目。1度目はアマンダに見つかってハンマーで叩き割られてしまったのですが、親族は再度ケイにスマホを渡しました。監禁されているケイに外部からスマホを渡せた経緯は報道されていませんが、おそらくアマンダの子供の中に協力者がいたと考えられます。ケイが電話をかけた相手はすでにアマンダの家を巣立っていった彼女の息子。彼は自分を子供の頃から世話してくれたケイを案じており、隙を見て電話番号を記したメモを渡したと推測されます。ケイから連絡を受けたアマンダの息子は彼女の声色からこれ以上は放っておけないと感じたのでしょう。すぐに警察へ通報し、母親の悪行を明かしたのです。アマンダの子供の中に良識ある人がいてよかったわよ、本当に。もっとね、早く助けてあげたかったでしょうけど、助けてあげたら自分がまたなんか次の標的にされるかもしれないっていう恐怖もあるわよね、きっとこれ。当事者だとしたらね、めちゃくちゃ怖いと思いますよ。K にしてもスマホを渡されてもね、体調が限界になるギリギリまでね、使わなかったっていうところで、やはりね、絶対逃げられないっていう諦めもあったんだと思います。
2021年3月16日、アマンダの自宅へ訪ねてきた警察はちょうど日付が変わったタイミングで彼女を逮捕。アマンダは不法監禁、強制労働の強要、暴行など複数の罪で起訴されました。逮捕から5年後の2026年1月21日、アマンダは有罪判決に。同年3月には量刑言い渡しが予定されています。判決後、アマンダは記者から謝罪の言葉を問われ、次のように答えました。陪審員の判断は間違ってるわ。やってもないことに対してなぜ謝らねばならないのよ。そう言って反省の色など一切見せずタバコをふかしていたのです。また記者は、世間はあなたを化け物と呼んでいますがどう思われますかとも質問。するとアマンダは言いました。好きに言えばいいじゃない。保護された K は極度の栄養失調に陥っていたほか、口の周りには漂白剤や洗剤を飲まされた際の痛々しい傷跡が。また彼女は毎日長時間四つん這いの状態で掃除をさせられていたため、両足に大きなタコができていました。このほか25年間一度も医療機関にかかっていない K の歯はほとんど失われている状態。医師によれば虫歯の進行や歯茎の膿によりかなりの激痛と戦っていたはずだといいます。その後 K はシェアードライブスというイギリスの里親制度を利用。現在は安全な環境で暮らしているといいます。今でも長年の虐待を思い出させる悪夢を見たり、掃除をしなければという強迫観念に駆られることがあるといいますが、状況は順調に改善へ向かっているのです。地元のカレッジへ通い、数学と英語を勉強し始めたケイ。彼女はサッカーチームに参加したり海外旅行に行ったりと、失った日々をゆっくり取り戻しつつあります。ケイがアマンダの家へやってきた当初から近隣住民には様子がおかしいと感じている人が確かにいました。ただその誰もが警察や行政に働きかけるなど具体的に行動を起こすまでには至っていません。人間は面倒ごとに関わりたくないと思うのが自然で、突然姿を消した子供がいてもよその家に行ったのだろうと希望的観測をしてしまうこともあるでしょう。しかし毎日通り過ぎるあの家の黒いゴミ袋で塞がれた窓の向こうでは今も誰かが泣いているかもしれません。もう二度と誰かが社会的に消されてしまうことがないよう異変に気づいたならば勇気を持って動くべきではないでしょうか。あなたは身の回りで子供の SOS を感じたことはありませんか？